約束なのだ。みんな、こんにちはなのだ。こんにちは。投稿主の車はマツダのアクセラなんだけど、不満があるらしいのだ。BM アクセラね、そろそろ乗り換えたくなってきたのかしら。メタン、うちにそんなお金はないのだ。愚問だったわね。それで何が不満なのかしら。それは何を隠そう、マツダコネクトなのだ。初期は突然再起動したり不安定だったみたいね。でも最近は改善されているんじゃないのかしら。そうなのだ。だけど何とかしたいところはあるのだ。具体的に運んだ感じなのだ。主に画面を含めたハードウェアに不足を感じているということね。そうなのだ。画面はかなり小さい上に当時のエントリースマホと同等の性能なのだ。現物はこんな感じなのだ。確かに小さいわね。ナビソフトが微妙というのは一度大規模なアップデートがあったわよね。確かにそうなんだけど、もはやスマホナビの方が使い勝手が良いのだ。レトロフィットキット云々はどういうことかしら。これは初代マツダコネクトを Android Auto と CarPlay に対応させるキットなのだ。それを買えばよいじゃない。それが工賃込みでだいたい6万円もして、効果はスマホの画面を映せるだけなのだ。だから丸ごと社外品に変えることにしたのだ。社外品ってこれのことかしら。それは高すぎるのだ。時給400円のみではとても買えないのだ。でも他に選択肢があるのかしら。あるのだ。Dongguan Koho Electronics Company, Ltd. のナビなのだ。はあ。 Dongguan Koho Electronics Company, Ltd. のナビなのだ。いや、何言ってるか全然意味がわからないわ。メタン、落ち着くのだ。広報は中国のナビシステムメーカーで、いろいろな車種に対応した Android ナビを販売しているのだ。ちょっと待ちなさいよ。ここはアリエクスプレスのストアページじゃない。アリエクスプレスはちょっと、という人は Road Online. という別ブランドショップで同じものを買えるから大丈夫なのだ。いや、そういう意味じゃなくって、マツダコネクトって車の他の装備関係に接続されているわよね。社外ナビにそれらを制御させるのは相当リスキーじゃないかしら。メタンの言う通りなのだ。この手のナビはいろいろな中国メーカーが出しているけど、大半は特にその点への言及がないのだ。この場合、ほぼ間違いなく直接の設定変更はできなくなるのだ。それなら選択肢に入らないわね。そうなのだ。だけど広報のナビはマツダコネクトを残したままにできるのだ。本当にそんなことが可能なのかしら。アリエクスプレスのページにも記載があるのだ。海外レビューを見ても確かに元のシステムと共存できていたのだ。そうなのね。早速開封しているのが九段の広報のナビかしら。何を隠そう、そうなのだ。中身はまずはいろいろなケーブルと、思っていたより付属品がきちんとしている印象ね。そうなのだ。安心感があるのだ。また違うケーブルと謎のジャック。何これ。正直謎なのだ。おまけのリアカメラ。結構おまけが豪勢なのね。他社と比べるとこれでも少ない方なのだ。これは GPS アンテナ。モニターを固定する台座。ちょっと華奢という印象かしら。確かにもう少ししっかりしてても良いと思うのだ。おまけの内装剥がしヘラと、これが本体なのだ。デカデカと 8G+256GB のシールがあるわね。これはスペック表示なのだ。ダイキャストフレームはしっかりしているわね。作りはそこまで悪くなさそうな印象だわ。 4G アンテナとマイク。組み込みのマニュアル。相当くたびれたプリンターで印刷したのかしら。純正マイク用変換ケーブル。最後に液晶モニターなのだ。ちょっと想像より二回りくらい大きいじゃない。
でかいことは良いことなのだ。一番大きい 12.3 インチモデルにしたのだ。細部の作りは本体同様悪くなさそうね。そうなのだ。思っていたより普通に取り付けできそうな気がしているのだ。それでこれが全ての同梱物かしら？その通りなのだ。取り付けが楽しみなのだ。早速取り付けていくのだ。まずはグローブボックスを外してトリムとエアコン吹き出し口が一体のパネルを取り外すのだ。ここは結構時間かけていたわね。そうなのだ。焦って作業して割れたら悲しいのだ。あとはハザードスイッチのカプラを取り外してパネルの取り外しは完了なのだ。次は 10mm ソケットと延長バーで六角ネジを取るのだ。最初がめちゃめちゃ硬いから頑張るのだ。かなり奥まったところにあるのかしら？落としたら厄介なことになるわね。実は組み付け時に1回落としたのだ。このネジが取れたら液晶パネルごとマツダコネクトを引っ張り出すのだ。まだ完全には取り外せないのね。内部のハーネスが突っ張るから引き出せるのはここまでなのだ。ここまで引き出せたら CMU から液晶モニタとハーネスを全部取り外すのだ。モニターにもケーブルが刺さっているからこれも忘れずに抜くのだ。マツダコネクトを取り外すとこうなるのだ。いろいろケーブルがあるのね。そうなのだ。ここに後方ナビのハーネスを割り込ませていくのだ。割り込ませたのだ。この2本が割り込ませたハーネスね。そうなのだ。ハーネスは2種類あるけど刺さるように配線すれば OK なのだ。それは安心感あるわね。2本のハーネスを接続できたら LVDS ケーブルを後方用に交換するのだ。あとは CMU から一旦外したハーネスを再接続するのだ。ここで CMU を定位置に戻すのだ。そういえば液晶モニタから外したコネクタはどうなるのかしら？その2本は外したままで OK なのだ。次は本体にハーネスを接続していくのだ。本体はグローブボックスの裏に入れるから事前にダッシュボードの裏にハーネスを通してから本体に接続する必要があるのだ。それで本体はグローブボックス裏のエバポレーターの横にこういう感じで放り込むのだ。固定する場所はないのかしら？ないのだ。メーカーのマニュアルの公式説明なのだ。まあ実用上は問題ないとしてもさすがにステーか何かで固定しておきたいわね。動作確認を優先してしばらくはこのままにするけど後々きちんとした固定方法は考えるつもりなのだ。 4G アンテナはダッシュボード下のパイクフレームに固定したのだ。本体はここ。余分なハーネスはこんな感じで格納しているのだ。次は運転席側足元の内装を剥がして AUX のハーネスを割り込ませるのだ。運転席側でも作業が必要なのね。そうなのだ。右ハンドル車だと少し面倒なのだ。隠れているコネクタに後方の AUX ハーネスを割り込ませるのだ。さらに RCA のスピーカーケーブルを助手席側本体に接続する必要があるのだ。そんなケーブルなんて同梱されていたかしら？ないのだ。仕方ないから 1.5 メートルの RCA 延長ケーブルを買ったのだ。結構長いのが必要なのね。そうなのだ。多分 1.2 メートルでもいけると思うのだ。延長ケーブルはもともとペダルの裏に通っている配線に結束バンドで固定したのだ。その先はセンタートンネルの隙間に通して助手席側に回すのだ。この先は本体のハーネスに接続するのね。そうなのだ。こんな感じで接続しているのだ。これで主要なハーネス接続は完了ね。メタン、謎のジャックをここに差し込むのを忘れてはいけないのだ。そういうことね。 AUX 入力を有効化するためにダミージャックが必要なのね。そうなのだ。付属品の品質がいまいちだったから結局この L 字変換コネクタを使ったのだ。
次は液晶モニタを装着するのだ。まずは付属品の台座を取り付ければよいのかしら。そうなんだけど、取り外したマツダコネクトの液晶アッシーから部品を移植する必要があるのだ。これは取り外したマツダコネクトの液晶アッシーで5箇所のガーニッシュクリップの移植が必要なのだ。場所によって種類が違うのね。そうなのだ。下側の2つが固定用、上の3つは突っ張ってガタをなくす役割をしているみたいなのだ。形状も違うのね。形状も違うし、クリップ A の方は表裏も決まっているのだ。これは広報の液晶パネルの台座ね。確かにガーニッシュクリップがないわね。これがクリップをつけた状態なのだ。クリップは問題なく取り付けられたようね。台座の縁に貼っているテープは何かしら。これはテサの結束テープなのだ。ダッシュボードとのきしみ防止のために貼ってみたのだ。液晶パネルへのケーブルも忘れずに接続するのだ。台座と液晶パネルを取り付けるのだ。差し込んでスナップ固定するのね。そうなのだ。クリップとダッシュボード側の穴位置を合わせて、ここで押し込んでスナップフィットさせるのは下側のクリップ B だけなのだ。液晶パネルがかなり動くようね。大丈夫なのかしら。この状態だと不安定だけど、下のパネルを取り付けるとそこそこしっかり固定できるのだ。下のパネルにもクリップがついているわね。これで隙間をなくす構造のようね。ハザードスイッチの接続も忘れずに。パネルを押し込んで、かなり強めに押し込まないと入らないのね。そうなのだ。パネルの爪を全部はめ込んだら OK なのだ。そういえば台座と液晶パネルは着脱できるのかしら。簡単なのだ。少し強めに引き抜けば取り外せるのだ。もう少し硬くても良さそうね。そう思うのだ。詰め物を入れてテンションを強めにかけた方が良さそうなのだ。本体側の作業が一通り終わったらグローブボックスを元に戻すんだけど、右側のストッパーと後方ナビのハーネスが干渉しやすいから注意なのだ。だいぶ進んだわね。ここまで来たらあともう少しなのだ。次は GPS アンテナを固定するのだ。 BM アクセラの坊主人押さえモデルはセンタースピーカーのダミーがあるのだ。ここに両面テープで固定すれば簡単ね。メタン、残念ながらその方式はメッシュカバーと干渉してダメだったのだ。どうするのかしら。ステーを作ることにしたのだ。既製品で良いものがなかったのかしら。そうなのだ。まずは 1mm 厚の亜鉛メッキの鉄板を買ってきて、大雑把に切り出すのだ。単面を整えて長穴を開けて必要な形に曲げるのだ。最後に棒サビ塗装して両面テープを貼って完成なのだ。早速取り付けていくのね。そうなのだ。今回は見ての通り GPS はステーに両面テープ固定するのだ。 3M の高い両面テープを買っていたわね。メタンの言う通りなのだ。変に劣化しても困るから安心と信頼の 3M の自動車用グレードにしたのだ。板金で作った理由は何かあるのかしら。 GPS アンテナに少しでも有利なように金属で作りたかったのだ。ただ実際にはほとんど感度に変化はなかったのだ。それならもともとついていたダミーカバーを加工して取り付けても良さそうね。メタンの言う通りなのだ。ここは好きなように取り付けて問題なさそうなのだ。ネジにはゴムワッシャを挟んだのだ。振動対策のためね。そうなのだ。割と薄い板金部品だから防振用として入れてみたのだ。こんな感じでゴムワッシャを入れたら仮合わせしてみるのだ。想定通り取り付けられそうなのだ。特に問題なく取り付けられそうね。もしセンタースピーカーが取り付けられていたら GPS アンテナをどこに固定すればよいのかしら。ダッシュボード上で
なるべく窓ガラスに近い位置に置くのが良いと思うのだ。最後にメッシュカバーをはめ込んだらアンテナ取り付け完了なのだ。お疲れ様。最後に動作確認をするのだ。きちんと動作してくれると良いわね。無事起動したのだ。これで一安心ね。コマンダーから操作ができるのだ。 UI はマツダコネクトに寄せているわね。そうなのだ。結構かっこよいと思うのだ。タッチ操作も違和感がないのだ。全部のアプリがプリインストールされているのかしら。違うのだ。事前にセットアップした時にいくつかアプリをインストールしたのだ。 Google マップも使えるのね。特に問題なく使えるのだ。見た感じはカクつきもないわね。そうなのだ。少しもたつくこともあるけど十分許容範囲内だと思うのだ。コマンダーとタッチ操作両方使えるのかしら。そうなんだけどコマンダー操作は制限があるのと少し長めに押さないと反応しないのだ。これはマツダコネクトの画面ね。そうなのだ。普通に動いて拍子抜けしたのだ。今はコマンダーで操作しているけどタッチパネル操作も OK なのだ。各種設定変更は反映されるのかしら。試した限りでは問題なく反映されたのだ。これはすごいわね。この時点で買ってよかったと思っているのだ。広報の画面に戻りたいときは右上の戻るボタンを押せばよいのだ。広報側の設定項目はこんな感じなのだ。普通の Android と比べるとかなりカスタムされているようね。そうなのだ。ロックされていて変更できない項目もあるのだ。いろいろいじってみないとわからないわね。そういえばプレイストアは使えるのかしら。あら、普通に使えるのね。よく使うアプリはインストールしたけど今のところ大きな問題は出ていないのだ。バックカメラはどうなのかしら。こんな感じで R レンジに入れるとマツダコネクトのバックビューモニタに切り替わるのだ。とりあえず動かしてみて第一印象は良好といったところかしら。まさにそうなのだ。大画面で Android アプリが使えてマツダコネクトも動くのがとても良いのだ。気になるところはないのかしら。メタン、実はいくつかあるのだ。細かいところは次回説明するんだけど簡単に言えばいくつか難点があるのだ。一方で欠点を割り切れる人ならマツダコネクトアップグレードの選択肢になると思うのだ。そうなのね。手放しでおすすめはできないけれど問題点に目をつぶれるのなら有力な選択肢になるといったところかしら。メタン、まさにその通りなのだ。次回はセットアップと標準アプリの紹介、詳細なレビューをしていくのだ。次の動画も見てくださると嬉しいわね。みんなお願いしますなのだ。それじゃあバイバイ。また会いましょう。